こんにちは。イギリス、サウスイースタンの、クラス395です。同じく、LNER の、クラス800です。この動画では、前回に続いて、シチリアの列車紹介をやっていきたいと思います。今日のテーマは、電気機関車。私たち電車なのに、こんなことやってもいいのでしょうか？それは今更じゃない？そもそもイギリス人だし、大体私は、半分ディーゼルも入ってるから、何でもありです。もし何かあっても、えっちゃん先輩とニコちゃん先輩が、何とかしてくれます。いいのかなー？追加で、保護者その17まで出てくる前に、本題行くぞ。私たちがいるのは、シチリア島北東の町、メッシーナ。ここには、大きな港があり、イタリア本土とを結ぶ、大小の連絡船が、日夜発着している。前回の動画では、そんなメッシーナの駅に現れる、4種類の列車のうち、ローカル列車、貨物列車、そして偶然、シチリア島を訪れていた、特別列車をご紹介した。イベント列車として使われていたのは、グランコンフォルトと呼ばれる、特急客車。1970年代から80年代にかけて活躍し、今も根強い人気がある車両だ。私も、昭和の時代に発刊された、古い本でしか見たことのない車両が、目の前に突然現れたことに、感激してしまった。昭和といえば、グランコンフォルトの車内は、なんだか昭和50年代頃の、応接室みたいな感じだったよな。ゆっくりさん、その時代を知ってるんですか？そんなわけあるか、私はピッチピチの令和生まれだぞ。ピッチ。まあいいや、続けて。どの辺が昭和っぽいと思ったの？モダンとレトロが同居する空間、とでも言うのだろうか。その中でも、特に印象に残ったのが、取っ手や壁など、細かい部分だ。それから、照明を覆う、ガラス製の装飾や、木目の使い方、立体的に見せている壁紙などが、昭和っぽく感じたんだよ。私はこの時代に生きてたわけじゃないから、実際のところはどうなのか、わからないけどさ。でも不思議だよな。どうしてイタリアの車両に、全く関連がない、日本の雰囲気を感じたんだろう。これはあくまで推測なんですけど、この客車が生まれたのは、昭和40年代半ば。客室デザインは、今でこそ、古い時代を思い起こさせますが、登場当時は、最先端の、モダンな内装だったと思うんです。それが時間差で日本にも伝わり、外国の先進的なインテリアとして、取り入れられたんじゃないでしょうか。あともう一点、日本とつながりがありそうな話が出てましたね。グランコンフォルトの国内線仕様の客車は、塗装が昔の相鉄線に似ているというコメントがありました。ああそれは、相鉄の方が早いんだ。窓周りが、クリーム色に塗装され、赤いラインが目を引く、グランコンフォルトの国内線型。この客車が登場したのは、1971年のことだった。それに対して、似たような色使いの、相鉄、初代5000系のデビューは、15年以上前の、1955年。今のところ、イタリア国鉄が、相鉄の塗装を参考にした、といった、明確な文献は見当たらないので、他人の空に、ということにしておこうか。ちなみに、この頃のイタリアの客車は、グレーや茶色など、地味な塗装の車両がほとんどだった。さてこの辺りで、この動画のテーマである、電気機関車に、焦点を当てていきましょう。で、今回もまた、軌道修正が多そうな展開ですね。往年の特急客車で構成される、イベント列車は、電気機関車によって運転されます。編成の前後に機関車が繋がれる、プッシュプル方式で、機関車を付け替えることなく、前後どちらにも走れる形態です。牽引する車両は、E646 型と E656 型電気機関車。どちらも、2つに分割された車体に、連接台車を用いる構造が、大きな特徴です。他の国ではあまり見られない、珍しい形態ですけれど、イタリアでは昔から、一般的に用いられてきた方法でした。なぜならこの国は、北部や中部に山岳地帯があり、平坦な海沿いにも、線路が敷かれています。こうした地域は、カーブが多く、勾配がきつくなってしまった箇所も、多数あります。このような場所を走るため、力が強く、線路に負荷を与えない構造が、求められました。その答えが、二分割車体と、6つの同軸を備える方式だったのです。
緑色の車体の E646 型は、1958年から製造が始まった車両です。最高速度は、時速130キロ。当時、イタリア国内に数多くいた、1930年代製の古い機関車を置き換える目的で製造されました。この機関車が歩んできた道のりは、波乱万丈と言ってもいいでしょう。当時の車両よりも、高い速度と、より強力な牽引力を与えられた E646 型は、登場当初から、長距離特急を牽引していました。1960年代になると、イタリア最速の特急も任されます。しかし、登場から10年後、早くも世代交代が起きてしまったのです。そのきっかけは、日本の新幹線の存在でした。中距離の区間を時速200キロ程度で走れれば、車両と言われていた鉄道でも十分利用者を取り込めることが証明されたのです。さらに都合がいいことに、イタリアは日本と同じく、大都市間の距離が200から300キロ。つまり、新幹線のように高速線と車両があれば、航空機に対抗可能でした。新しい高速鉄道に刺激を受けたイタリア国鉄は、早速、当時の新幹線に匹敵する最高時速200キロの高速機関車を開発。大都市を結ぶ特急列車に投入します。ですがこれにより、時速130キロが限界だった E646 型は、特急から急行列車の担当へ格下げされる結果になってしまいました。さらに1970年代半ばになると、もう一段階、格下げが行われます。かつて花形の特急列車を引いていた機関車は、通勤客車の牽引に移り、都市部で短距離の運転で使われる存在になったのです。この通勤列車の担当に移る際、制御客車に対応する工事を実施したため、折り返しの時、客車からの遠隔操作で運転することも可能になりました。各年代ごとに様々な種類の列車を引き、イタリアの輸送を支え続けた E646 型は定期列車としての運用を2009年に終了。一部の車両が保存車となり、登場当初の緑色と灰色の塗装に戻されています。シチリア島を巡る特別列車ですと、E646 型が西側方面の先頭を担当。メッシーナを出発する時点では、後ろの機関車と協力して、列車を動かしていました。続いて、後ろの機関車もご紹介しますね。特別列車の後ろにいた、青い塗装の車両は、E656 型電気機関車です。1975年に、旅客列車用の機関車として登場しました。坂道のきつい区間に対応し、平坦な土地なら、列車を高速で牽引できる機関車として開発され、およそ460両が製造されています。この機関車が開発された、1970年代は、旅客需要が急増し、車両不足が深刻な課題でした。さらに、この頃のイタリアは、時速200キロで走行できる、高性能な機関車がありましたが、当時最新の技術を用いていたことがあだとなり、製造コストが高く、量産スピードが遅いという欠点も持ち合わせていました。そこで国鉄は、製造が容易で、値段も手頃な、汎用機関車の開発に乗り出します。計画の基礎となったのは、使い勝手が良く、性能も悪くなかった E646 型。これをもとに、内部を洗練させ、性能を引き上げたモデルとして、E656 型は誕生しました。内部機器に最新の技術を用いていたものの、駆動系やモーターはオーソドックスな構造を組み合わせたため、深刻な初期トラブル、欠陥もなく、即戦力として現場に迎えられます。特急列車から各駅停車まで様々な種類に対応できる性能がありましたので、途中で何度か改良を加えつつ、1975年から14年間にわたって製造され続けました。でも一つだけ、想定外の事態がありました。この機関車は最初、最高速度を時速160キロで計画されていました。しかし、試作車のテスト中、高速域で車体が不安定になる現象が確認され、急遽最高速度が10キロ引き下げられたのです。この欠点は、1980年代後半まで引きずっていました。ようやく解決のめどが立ったのは、モデル末期の製造分だけだったのです。とはいえ、E656 型は、性能と使い勝手が良く、
離島を含む、イタリア全土に配備されます。そういえば私たちも、2017年に、シチリア島を訪れた時は、島内の区間で、この機関車のお世話になってましたね。懐かしいですな。てっちゃんが愛してやまない、釣りかけ駆動の音を、豪快に響かせながら、シチリアの海岸沿いを爆走していたな。また、E656 型の中には、駆動系を改造し、重い貨物列車に対応した車両もいました。このような、重量級列車を牽引できる性能を買われ、オリエント急行の担当をしたこともあったんです。E656 型、そして、貨物用の655型は、2010年代まで、イタリア各地で見られる、一般的な機関車の一つでした。しかし、2021年に、車両の防火、安全対策が、大幅に引き上げられることが決定。古い構造の E656 型は、新しい基準に適合しなくなってしまいます。車体を大きく改造して、走り続けるか、新しい車両で置き換えるかを考慮した結果、鉄道会社は、後者を選択。老朽化が進んでいた古い機関車を、引退させることにしました。こうして、2010年代後半から、退役が進み、定期列車の牽引役は、2020年に終了。最後の現役車両が過ごした場所は、偶然にも、ここ、シチリア島でした。けれどもこの機関車も、保存車両として、特別な認可を受けている車両があり、イベント列車の牽引役で、今でも活躍しています。2009年に老朽化が進んで引退した E646 型、そして構造上はまだまだ働けるのに、安全基準を理由にリタイアした E656 型。これら2つの機関車は最後の活躍の場を偶然にも同じ車両へバトンタッチしている。それは、またしても何も知らない E4643。こいつが、2社の仕事を、まとめて受け継いでいるのだ。まず、1958年から走り続けた、E646 型。この機関車が、最後に担当していたのは、都市圏の通勤列車だった。この役割を、同じ、快速列車向けに作られた機関車、E4643 へ受け渡した。それにしても、E646 型から、E464 へって、ややこしいですね。まあ確かに。そして、直線基調で、武骨なデザインが、今でも人気の E656 型。こちらは、シチリア島内の特急、寝台客車の牽引が、最後の仕事だった。この役割も、特急用に格上げされた E464 と交代し、役目を終えている。E464 型は、700両以上が製造され、全国に広く配備された機関車だ。その上、電化された在来線なら、どこでも走れる車体を持ち、それなりの高速性能も持ち合わせている。こうした背景から、古くなった車両の役割を受け継ぐのに、最適だったのである。しかし、そんな E464 型にも、欠点がある。問題を抱えながらも運転しているのが、みんな大好き、寝台列車、インターシティ乗ってだ。この列車は、イタリアの二大都市、ローマとミラノから、シチリア島まで走ってくる、イタリア有数の長距離列車だ。共に、午後8時頃に、始発の駅を出発。寝台列車たちは、夜通しイタリア半島を、つま先に向かって、ひたすら走行する。そして、明け方、または、翌日の午前中に、鉄道連絡船に乗せられ、島に上陸するのだ。走るルートなどは、前回までの動画でご紹介した、昼間の特急、インターシティと、ほとんど同じだ。だが、運転形態で、少し異なる部分が存在した。それは、イタリア本土と、シチリア島で、機関車を付け替えること。寝台列車は、港の駅に到着すると、先頭の機関車を切り離し、客車だけが、船に乗せられていく。短い船旅を終え、対岸にたどり着いたら、別の機関車をつないで、終点まで走行するのだ。あれ、前は特急が、客車だけで運ばれ、寝台列車の方が、機関車ごと、海を渡っていたよな。それがいつの間にか、逆になっちゃったわけ？そうなんだよ。ちなみに、本土区間を担当するのは、時速200キロまで出せる、特急用機関車。もしくは、毎度おなじみ、E4643 が使われる。よ
ローマからシチリア島への寝台列車は、1日に2便設定され、午後8時と夜遅くの11時前に出発します。それに加え、ミラノからの1便があります。これらの列車は、走行する時間が全然違いますから、連結して一つの編成にまとめることはありません。終点まで独立した列車として運転します。つまり、メッシーナ駅では、上下3本ずつ、合計6本の寝台列車を見ることができるのです。フェリーで海峡を横断し、シチリア島に上陸した列車は、インターシティと同じく、シラクサとパレルモ駅に分割されます。それぞれの先頭に立つのは、特急用のグレート層を施された E464 型です。夜行列車を乗せたフェリーが、メッシーナの港に近づく頃、駅の構内は、3両の電気機関車が忙しく動き回り、シチリア区間の運転に備えます。その後、寝台客車が島に上陸し、2本の列車が、ホームに並べられると、すぐに連結をつなぎ替えて、残りの旅の準備をするのです。ちょっと待って。一つのフェリーで運ばれる列車は、パレルモ行きと、シラクサ行きの2本なんだよな。なのに機関車は3両あるの？さすが、えっちゃん先輩は、細かいところに気がつきますね。そうなんですよ。シチリア島内を走る寝台列車は、一つの列車を2本に分割するのに、機関車は3両準備されます。その理由は、南のシラクサ方面の列車が、前後に電気機関車を連結した、プッシュプル方式で運転するからです。けれども不思議なことに、西のパレルモ行きは、先頭にのみ、機関車を連結します。これは、終点の駅の違いから来るものです。西部、パレルモの駅には、転車台を備えた、大きな操車場があるので、機関車の方向転換が可能な反面、シラクサ駅の車庫は、車両の向きを変えられる設備がありません。そのため、シラクサ駅だけ、前後に機関車を連結して、どちらの方向にも動けるようにしたのでした。快速列車の運用なら、必ず列車の後端に、別の機関車か、制御客車をつないでいる E464 型が、シチリアの夜行列車では、昔ながらの形態で運転しているのは、ある意味新鮮です。こうした運転方法は、鉄道好きの視点からは、面白い光景ですが、鉄道会社にとって、効率的と言えません。しかし、E464 型が抱える、欠点と向き合いながら、不便さを承知で運行しているのです。というのも、この機関車は基本的に、片方の運転台しか使えない構造です。客車と連結する、後ろ側にも、一応運転台がありますが、あくまで簡易のもので、車庫や駅の構内を、低速で移動する目的でしか使えません。後部の運転台には、無線信号や通信機器、その他、本運転に必要な、警報装置、スイッチ類がないので、こちらを使って、本線を走れないんです。したがって、西部、パレルモ系統を担当する E464 型は、終点のパレルモとメッシーナで、面倒な方向転換をしなければなりません。さらに、プッシュプル方式で運転する、南部のシラクサ駅にも、問題がありました。なぜなら、シラクサまで走る客車は、わずか4両。車両数が少ないのに、前後に機関車を連結しなくてはならず、無駄が多いんです。これらの列車の連結は、構造上、自動で行えず、作業員の手を必要とします。以前の機関車なら、パレルモ、シラクサ行き、それぞれの先頭だけに機関車をつなぐので、連結は2箇所で済んでいました。けれど現在、シラクサ系統は、編成の前後に機関車を連結しますから、作業箇所も増えてしまったのです。それではなぜ、面倒な方向転換や、作業が増えてしまう車両を使っているのだろうか。その訳は、これしか使える機関車がないから、だった。E656 型のお話でもお伝えした通り、2021年から、イタリアの鉄道は、車両の安全基準が引き上げられた。これによって、古いながらも、扱い慣れた汎用機関車が、一斉に引退。新基準をクリアしつつ、運転が継続できる機関車が、大きく減ってしまったのだ。残った車両は、重量貨物に対応したり、特急向けなど、高性能なものばかり。彼らは、長くて重量のある貨物列車や、最高時速200キロの、高速特急といった、性能をフルに使う仕事で手一杯だった。一方、シチリア島の線路は、許容速度が低く、彼らの持つ、高い性能は、過剰になってしまう。
牽引能力や最高速度が中程度で離島に転用しても問題がない車両はないのだろうか。ということで、抜擢されたのが、構造にちょっと癖があるけれど、性能は便利な男、E464 だった。この機関車は、使い勝手の良さから、大量に製造され、自身よりずっと年上の、古い客車とも編成を組んでいた。ところが、その客車たちは、1970から80年代勢、車体、客室ともに、老朽化が進み、設備も時代に合わなくなっていた。その上、新たな安全基準が加わったせいで、古い機関車と同じく、引退が加速。彼らとペアを組んでいた E464 型にも余剰が生じていた。この余った機関車をシチリア島に転属させ、寝台列車を牽引させることにした、というわけだ。こうして、快速用機関車は新たな仕事が与えられた。ただ、車体の前後に運転台がある機関車から、片運転台の車両に交代したことは、運用する側にとって不便になったことは否めない。これを解消する計画が、密かに進行している。改造して、後ろにも運転台をつけるんですか？いや、そんな大掛かりなことじゃなくてな。前後非対称の機関車を、単純に、背中合わせにして、両運転台にしちゃおうってだけなんだよ。なんて安直。でもそれって、2車体8軸の機関車にするってことですよね。4から5両の客車を引っ張るには、なんだか、車体の大きさや性能が過剰になってしまうような。だから鉄道会社は、頭を悩ませているんだ。今起きてる問題を、なるべくコストをかけず、簡単に解決しようとすると、別のところで、異なる問題が浮上する。モグラ叩きのような状態に陥っているのである。とは言っても、現状これが、最もシンプルな解決方法なのは確かだ。もしかすると、メッシーな駅で、頻繁に連結の付け外しを行い、日常的に簡易運転台を見せる E464 型の動きは、すぐに過去のものになるかもしれない。連結、といえば、現在シチリア島で活躍する、優等列車用の E464 型には、地味に2つの種類がある。一つは、島内路線のみで、寝台列車を引くタイプ。そしてもう一つは、客車と一緒に、船に積まれて海を渡り、ローマまで直通する、昼間の特急を牽引する車両だ。同じ形式で、塗装も同一の機関車だが、目的に応じて、連結機周りに、大きな違いがあるのだ。E464 型は、製造当初、運転席のある先頭側に、他の車両を連結しない構造だった。車体下部中央に、大きな密着連結機が突き出しているが、これはあくまで緊急用。走行不能になった際に、同型車両と連結し、改装してもらうためのものだった。そして、連結機の横に突き出ている、小さな棒状のものは、干渉機。車止めや、他の列車と衝突した時、衝撃を吸収し、後ろの客車たちまで、被害をもたらさないためのものだ。快速列車の運転では、二編成を連結することがないので、この構造で問題はないが、シチリア島に直通する列車となると、話が変わってくる。港の駅で、連絡船に、列車を積み込む際、機関車の先頭に、補助のディーゼル機関車を連結するからだ。しかも、E464 が装備している連結機は、種類が違い、船に積み込む時の車両たちと、連結することができなかった。なので、シチリア島に直通する車両は、金具を相手のフックに引っ掛ける、一般的な、ネジ式連結機に交換。積み込み、上陸の時に使う車両と、互換性のあるタイプに変更した。それとともに、干渉機も、棒状のものから、板を備えたタイプに換装している。これにより、車両を前から引っ張るだけでなく、押す動きにも、対応したのだった。こうした改造を実施したため、昼間の特急、インターシティに転用された車体は、顔つきが若干変化しているのが特徴だ。なお、連結機を交換したのは、連絡船に乗る、インターシティ用の専属車両のみ。本土都市まで、機関車を付け替える、寝台列車向けの車体は、今まで通りの、密着連結機を装備している。なんて、お手軽簡単、短めの動画になるはずだったのに。掘り下げていくと、それぞれの機関車に個性があり、気がついたらいつもと変わらない時間になってしまいました。これも、イタリアの車両のせい、いえ、おかげです。
ですが、色々あったシチリア島の訪問も、今回で一区切りになります。次回はまた、別の場所から、お会いいたしましょう。それでは、ここまでのご視聴、ありがとうございました。最後は、2つの古い機関車が引く、特別列車の出発で、お別れにしよう。ちょっとだけ、釣りかけの音も入っているから、心して聞くのよ。